こんにちは、まみくさんです。今回の動画は日本での購入品を取り入れたコーディネートをやっていこうと思います。前回の動画の最後でうまくできたらやりますと言っていたので、なんとか形にしました。楽しみにしててくれましたか？で、日本でですね、たくさんのコスメを購入しまして、里帰りの皆さんはこの気持ちよく分かってくれると思います。その中でも爆買いをしたアイシャドウの何点かを、コーディネートのメイクとして使っているので、そんなことも含めながら紹介しようと思います。メイク動画ではないので、このコーデにこのアイシャドウを使ってこんな感じに仕上がりました的な簡単な説明になります。それでは爆買いをしたアイシャドウたちを、全部ではないですけどもざっとお見せしましょうかね。もう片手では持ちきれない量を購入しちゃいまして、こんなんだったり、もうほんとこんな持ちきれない量なんですけど、こんなにいるのかっていう量ですよね。似たような色は結局たくさんあります。でその中でもシルバー系のアイシャドウは帰国する前から購入するのは決まっていました。シルバーのアイシャドウは20代前半の頃から自分に似合う色を探し求めています。その頃とても素敵な年上のお姉さんで、スパイラルパーマがかかってて髪の毛も爆発させていて、でシルバーのアイシャドウを控えめさ全くなくべっとりとまぶたに塗ってて、それがとってもかっこよかったんですね。でドキュンとやられちゃいまして、その頃から自分もなんかあんな感じのやってみたいっていう気持ちになって、自分に似合うシルバーのアイシャドウを探し求めてきていました。それで今に至るっていう感じなんですけれども、で、今になってここ 1,2 年前に今の自分の肌色に合うシルバーのアイシャドウを見つけました。それが、こちら、無印のアイカラー01番のシルバーという色です。でこちらはもうすでに使っているものでとっても気に入ったのでストック用に購入しました。パッケージはまだ開けていないです。2つありますけど、1個はシルバーでもう1つはペールラベンダーという色です。でこちらはシルバーでもすいません、なんだか急に声がガラガラしちゃったので、こちらはシルバーでも温かみのあるシルバーで少しグリッターが入っていてとっても可愛く仕上がるんですよ。ちょっと手放せないアイテムなのでストック用として購入しました。でその他に&Bのパレットグラムロックという名のアイシャドウは、こちらもサイトで見かけて欲しくなって購入することを決めていました。で中身がですね、こんな感じでシルバーのグラデーションにピンクが1色入っているものです。&B はメイクアップアーティストの川北さんがプロデュースしているブランドになります。でイメージとしてはアイシャドウは赤みが強かったりとか茶系のイメージがあったんですけれども、こちらのシルバーパレットが限定として出たので飛びついちゃいました。グラムロックという結構しっかり塗るとパンチが効いたメイクでかっこよく仕上がるんですよ。まだそこまで強いメイクはしていないんですけども、これからいろいろとチャレンジしていこうと思っています。今回初めて韓国コスメのアイシャドウを購入しました。2つ買ったんですけれども、1つ目は前々から気になっていたヒンス。こちら10色入っているパレットでライカシーンの03番です。この10色入っているパレットも本当にいろんな色のものがあったので本当に悩みました。で、こちらの03番は暖色系、割とコッパー系に、抹茶色のグリーンが1色入っているパレットでこんな感じになります。
こちらマットやシマーやグリッター、もういろんなテクスチャーが入っているので飛びついちゃいました。飛びついちゃったというか、もうパッと飛びついたんですけれども、その前にエクセルメイクのこちらも購入していたので、ちょっとこちらもグリーンが入ってるので似てるかなと思って購入は迷ったんですけれども、やっぱりこの10色は惹かれますよね。もう一つは、ラカ。こちらマットピンクをずっと探していまして、スイスに帰る直前にロフトで見つけて購入しました。やはりマットなピンクっていうのはなかなか気に入る色がなくて、こちらはドンピシャだったんですね。で、下の3色がマットで、上がシマーと結構強めなグリッターのピンクが入っています。こちらは Forever6 のプリズムローズ03番というパレットになります。こちらも本当にいろんな色があって全部欲しくなっちゃうような素敵な色合いだったんですけれども、もうこんなに最後の最後にまた増やせられないっていうので、こちらだけを購入しました。マットとグリッター両方パレットに入ってるとどうしても欲しくなっちゃうんですよね。他にもたくさん買ったものがあるんですけれども、最後にもう1点だけ紹介します。こちらケイトのポッピングシルエットシャドウ BE1 のシナモンポップという色になります。なんともなさそうなベージュカラーのパレットに見えますが、こちら意外と全ての質感が揃っていて、マット、シマー、グリッター、そして明るい色と暗い色と全部揃っていて、うまく使いこなすと立体感のある目元に仕上げることができるんですよ。で、そうですね、スイスだと普段あんまりがっつりメイクをしてるっていう人を見かけないので、大げさにならずにきちんと感が表現できるアイシャドウなので、とっても重宝してて、実はこれが一番使っています。で、よく見えないかもしれませんけれども、今もこちらのアイシャドウを使ってメイクをしています。はい、やっとコーデの方に入りたいと思います。今まで紹介したアイシャドウと手持ちのものを使ってアイメイクをしているので、参考にしてください。アンティカのサス付きワイドパンツ、フリーサイズです。楽天ショップで買いました。夏以外の3シーズン履ける少し重みがある素材。結構ワイドでピエロっぽいかも。ウエストに紐が通っているのと、サスペンダーは長さ調節可能なので、コーデのバランスに合わせて変えられるのがいい。カンペルジャンクション。これ一目惚れ。クラシカルなデザインの革靴のつま先にパカッとゴム素材をかぶせてある。この発想、一気にモードになるよね。ゴムの部分は取り外し可能な 2way なのです。トップスはドーリノアの T シャツ。イランのストリート系ファッションのブランドです。何年か前に息子たちのショッピングに付き合った時に購入したもの。ポシェットは里帰り動画に登場したフィレンツェ留学時代の友達がプレゼントしてくれたもの。携帯とカードケースがちょうど入って夜遊びするとき結構使わせてもらってます。帽子は前回も紹介しました京都で購入したキャスケットムという帽子屋さんで購入したものです。素材はブラックデニムかな。サングラスはアレキサンダー・マックイーン。ピアスは帯ピアスヒラリというタイプになります。で、全体的にブラックコーデなので、差し色として赤いシルクの紐を通した金魚ペンダントをつけています。腕時計はアンティークのエテルナ。20代の頃、ロンドンのコベントガーデンマーケットで購入したものです。
リングはカルロスピラミッドリングのブラックアゲイトをつけています。このコーデにぴったり。ルックがオールブラックでモードな雰囲気なので、目元はシルバーにしました。無印のこちらのシルバーアイシャドウを使うのにあたって、まずこちらの RMS ビューティーのクリームアイシャドウストローブというカラーをまぶた全体に塗ります。でこちらかなりメタリックが強いクリームアイシャドウで、色味がグレージュメタリックみたいな感じです。でその上からこちらの無印のシルバーというカラーのアイシャドウ、割とグリッターが入ってて華やかな雰囲気が出るアイシャドウで、こちらを目頭から黒目の上あたりまで塗ります。でこれだけだとちょっと目元がぼやけてしまうので、ボビー・ブラウンのリキッドアイライナー、こちらを筆で塗るんですけれども、色がチョコレートシンマーインクというカラーです。これを筆でピッと引いて仕上げます。 GU テックカーゴロングスカート、巻きしいたけで履きたかったのでサイズは XL。 ドローストリングがウエストと裾についています。かなり軽く、日本の恐ろしい暑さの中唯一快適に過ごせた一着でした。今日は気温が急に下がったのでハイソックスを合わせています。バッファローのボリューム感ある前ジッパーのブーツ、以前にもコーデに使いましたね。コーデのバランスが取りやすく、夏以外は結構な頻度で履いています。トップスはピンクベージュ色のポール・スミスのものを着ています。 S サイズなんだけどかなりビッグな作りです。で、胸元にトレードマークのスマイル、ポール・スミスと書いたスマイルがついています。でピアスはハンマー仕上げのフープピアスをつけています。で手元は満月リング、そしてマンモスの牙ツーウェイネックレスを手首にぐるぐる巻きにしてブレスレットとしてつけています。強風になってきたので中に入りました。続きというか、最初からいきます。アクセサリーは全体の雰囲気に合わせて全てマットなタイプをつけています。まずこの上のペンダントは満月ペンダントで、先日日本の友達がこちらのチェーンはどこででも留められるんじゃないかっていうことを発見したので、早速短めにしています。元は40センチのチェーンです。で重ね付けしたこの少し長めにつけているペンダントはマンモスの牙ペンダント、石はラブラドライトのタイプのマンモスの牙ペンダントを重ね付けしています。でピアスはハンマー仕上げのフープピアスをつけています。次はGU のカサカサした素材感もあってシルバーに見えるようなライトグレーのスカートを合わせたので、アイメイクもシルバーにしました。今回もシルバーなんですけれども、違うアイシャドウ &B のパレット、グラムロックという名のパレットを使いました。でこちらはこんな感じです。ちょっと見えにくいですね。&B のパレットのピンク色が少し赤みが強い感じがしたので、赤のちょっと開きますね。赤のこの下のマットの2色ピンク、濃いピンクと薄いピンクを混ぜて、この筆でまぶた全体に塗りました。でその後に
&B のこの明るい方のシルバーをまた無印の時と同じように目頭から目の半分ぐらいまで指で塗ります。で、この下の少し濃いめの方のシルバーをこの縁に塗りました。で、この一番黒い締め色はアイライナーとして使いました。光が反射してよく見えなかったと思うので、もう一度物撮りをしながら説明しますと、まず中のこの2つのピンク、薄いピンクと濃いめのピンク、マットピンクになります。こちら2つをこの筆で混ぜてアイホール全体に塗ります。そして &B の一番明るいこちらのシルバーは指で目頭から黒目の半分あたりまで塗ります。こちら割と粗めのラメが入っているのでキラキラして可愛いです。前回の無印のシルバーと同じように指で目頭から黒目の半分ぐらいまで塗ります。そしてこちらの少し暗めのシルバーは二重の部分に塗りました。上下、下まぶたにも少し塗ったと思います。で、最後にこちらの一番濃い締め色はアイライナーとして使いました。こちらの備え付けのチップのこの細い方でアイラインとして使いました。アンティカのドルマンニット、こちらも楽天ショップで買いました。普通だとブラックを買ってるけど、今回はベージュを選びました。届いて早速着たかったけど、とてもじゃないけど暑すぎて無理でした。今スイスでちょうどいいぐらい。赤い MM6 メゾンマルジェラのスウェットハーフパンツを合わせました。内側にスリットが入っているデザイン。前にもロング丈のタイプを履きましたよね。このデザインかなり好き。靴はクォンドー1、G ドラゴンのブランドピース -1 とナイキのコラボ。一番バランスよく見えたのでこちらを合わせました。アクセサリーですが、いろいろと今回重ね付けしています。まずはピアスはティアドロップピアス、おなじみのタイプです。こちらドロップスシリーズの、ジュエリー紹介動画にも載せているので、よかったらそちらの動画を見てみてください。で、ネックレスはまずはこちらのグリーンのタイプ。パンツが赤だったので反対色のグリーンを持ってきました。こちらいろんなタイプのグリーンの石をつなげて作りました。ユッピーネックレスグリーンというタイプです。で、その次が心ネックレス。心ネックレス少し絞って短めにつけています。で、こちらは、マンモスの牙ネックレスモダンというタイプです。通常このような形なんですけれども、それに、昔父からもらった赤い石のチャームも一緒にぶら下げています。昨日は強風で風が収まったと思ったら結構暑くなってきたので、蚊が大量発生しています。ちょっと刺されまくってきたので中に入ってきて手元だけ、紹介します。まずは左手は中指にプランプドロップリング、人差し指はスピンリングです。いつものタイプですね。で、右手は中指にカルロスリングです。つけてる他のアクセサリーも結構シルバーのボリュームがあるものなので、手元もボリューム感あるものにしました。はい、今回はこちらのベージュ色のニットを着たので、どうしても使いたかったヒンスのパレットを使いました。ですが、昨日の強風で中のアイシャドウをベースに塗ったところ、結構目がカサカサになってしまったんですね。
なのでこれからの季節はベースに使うものはクリームアイシャドウの方がいいと思って、今回も、1つ目のコーデと同じように RMS ビューティーのクリームアイシャドウを使いました。色は別です。こちらはフレアという色でブロンズカラーになります。こちらのクリームアイシャドウをまぶた、いっぱいに塗って、アイホール全体に塗って、で早速ヒンスのアイシャドウパレットを使います。はい。でこの中の、何を使ったんだっけな。パレットが10色もあるので、実際見ながらじゃないとよくわからなくなってしまったので、別撮りでいきますね。でこちらの一番、キラキラしたブロンズ色のものを RMS ビューティーのクリームアイシャドウを塗った後に指で、こちらのクリームアイシャドウの方も指で塗ります。でその後にヒンスの一番キラキラしたブロンズカラーのものを指で目頭から黒目の上あたりに塗ります。だいたい私は一番グリッターが強いようなものを目頭から黒目のあたりまで塗っています。でその後、この中では唯一グリーンの色があるんですけれども、この抹茶のようなグリーンの色を目尻から黒目の上あたりまで、こちらは、筆で塗ります。こんな筆があるんですけども、こちらの筆で、目尻から黒目の上あたりまで抹茶色を塗ります。目頭まで塗ってしまうと、私のようななんて言うんでしたっけ、奥二重、二重幅が狭い目だと少し腫れぼったくなってしまうので、黒目の真ん中あたりまで塗ります。でその後に、次にキラキラが強い、こちらもオレンジのようなブロンズのようなカラーがあるんですけども、こちらをまた指で目の真ん中あたりをキラキラさせるのに使いました。で最後に一番濃い締め色は目尻の、あたりに、アイラインほどじゃないけれども締めに少し塗っています。まぶたの真ん中あたりに塗ったキラキラカラーは、ですね、下まぶたにも筆で塗りました。それを思い出しました。で、アイラインはですね、ヒンスではなくて、アブソルーションというフランスのメーカーかなの、スモーキーからルスモーキーというシリーズのこちらの太い、アイライナー、多分こちらぼかすとアイシャドウにもなるような、ペンシルタイプのものがあるんですけれども、こちらの結構濃いグリーン、モスグリーンのような少しラメの入ったペンシルがあるんですけども、こちらでアイラインを引きました。はい、まだまだ購入品はあるので、もうワンルックはやりたかったんですけれども、思いのほか長くなってしまったので、また別の回に、登場させようと思います。慣れないメイクの説明がダラダラしていたり、ツッコミどころがあったりして伝わりにくかったんじゃないかと思っています。アイメイク以外のことには触れていないので、もう少しこの辺知りたかったとか、よくわからなかったなど質問ありましたらコメント欄に書いてください。もちろんメイクだけじゃなくて、他のジュエリーやお洋服のことでも何でもお答えしますので、どうぞお気軽にコメントください。ジュエリーはいつものように私が作るアトリエさんのものを使っています。身につけたアイテムはホームページやその商品について説明している動画がありましたらリンクを貼っておきますので、よかったら見に行ってください。最後まで長々と見ていただきありがとうございました。このチャンネルではスイス・イタリア語圏に住む私のライフスタイルを主にお届けしています。少しでも興味持っていただけたのであればチャンネル登録お願いいたします。いいねやコメントも残してもらえるととっても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。